ワイキキのエルメス行ってきたんですけど、バッグは、今売れるものがないっていうことで、いろいろ見てたんですけど、ケリーウォッチとか売ってて結構ね、品揃えは豊富でした。とりあえず、また滞在中に入荷があるかもしれないのでということで、番号を残してきました。で、リクエストの、アイテムをいくつかお伝えして、今日は1回お店を出た感じになってます。ワイキキのエレパトは終了です。こんにちは、トラベルライターのゆりえです。今回はエルパト動画の、ハワイ編ということで、動画の前半では現地での様子をお届けしたんですが、動画の後半はハワイでの購入品だったりとか、あとはハワイでのエルメスでの体験記だったりとか、あとはなんでハワイを、選んで行ったのかだったりとか、ハワイとアメリカの本土の違いだったりとかっていうのを簡単にお話できたらなと思っています。ぜひ最後までチェックしてみてください。というわけで、早速購入品をご紹介していきたいと思います。はい。今回は、これはちなみに購入品の一部ではあるんですけれど、なぜかというと、私は今アメリカの本土に住んでるので、後から入荷してから送ってもらうものだったりとかもあるので、ひとまず、持って帰ってきたものをご紹介したいと思います。ちょっと説明が難しいんですけど、普通だったらバッグと小物一緒に買って、なんかいわゆる課金みたいな形で買う人が多いと思うんですけど、アメリカの本土に住んでるからっていうのもあって、ちょっといろいろね事情が、違っていて、それをちょっと動画の最後にまとめて説明するので、ちょっとそれは置いといて、今回買ったこのバッグに対してこの小物を課金したっていう風に思われちゃう、ちょっといろいろミスリーディングになりかねないなと思ったので、最初に、お伝えしておきたいと思います。事前にお話ししとくと、5月の1日から関税、アメリカでの輸入の関税が確かかなり上がる、トランプさんの大統領令かな、とにかく関税が上がるということで、急遽エルメスも確かね 10% の、値上げを発表しました。で5月以降だと全ての商品にプラス 10% 関税がかかるっていう形になってくるので、今回なるべく大きいもの、額の大きいもので今後買おうかなって思ってたものを早めにちょっと先取りして買ったっていうのも一個事情の一つとしてあります。そんな感じかな。はい。では、早速開けていきたいと思います。どれからいこう。これはもう一回開けちゃってるんですけど、先にじゃあこれから開封していきます。これは、はい、菓子汁。これバンダナ柄の菓子汁の、白と黒の
モノクロの見えるかな、こんな感じになってます。はい、これなんて柄だったかな。で、私結構今回の柄好きだったので、似たようなの同じ色合いの持ってるんですけど、今回の柄がとても気に入ったので、追加でまた、カッシルを買いました。めっちゃ使いやすそうですよね。ちょっと汚れ、白なのでちょっと汚れが心配なんですけど、大事に使いたいと思います。はい、これがまず一つ目。こっちに置いとこうかな。はい。シルク系で言うと、ツイリーで探してたものがドンピシャで1個、最後残り1個だったので、即決で買いました。これもまたどんだけバンダナ好きなのっていう感じなんですけど、このベージュのツイリーを買いました。これが外側がベージュになってて、内側は結構ブラックの比率多めになってます。かわいい。これがベルトを2つ買いました。はい、ケリーベルトをずっと探していて、ちょうど私がお店に行ったタイミングでかなり色が揃っていたので、選ぶことができました。ノワールのケリーベルト2本なんですが、金具の色がね違うので、こっちがゴールド金具で、こっちが、シルバー金具になってます。はい。で、ケリーベルトはおなじみの定番のアイテムなんですけど、ここで長さが調整できるので、太っても痩せても安心みたいな。あとなんかこうウエストで留めたい時と、ちょっとこうローライズで留めたい時ってベルトの穴があると結構物を選ぶと思うんですけど、ケリーベルトはこのまま長さを自由自在に変えれるので、かなり幅広く使えるアイテムなんじゃないかなと思います。これはずっと韓国でも探してたし、日本でもいろんな店舗行って探したんですけど、どこにもなくて、でずっと探してたものがこの間ハワイでラスト1点で置いてあって、これはしかも値上げ前だし絶対買うしかないなと思って即決した、ジュエリーです。これは開けてきます。よいしょ。開封。なんか飛んでった。そんなことある？はい。ケリーのブレスレット見えるかななんですけど、新しいデザインで、ちょっとこのなんて言うんだろう、ここのチェーンの抜け感があるタイプなんですけど、これの一番小さいサイズだったかなを買いました。早くつけたいけど取れない。取れた。はい、こんな感じになってます。なぜこれを選んだかというと、もう一個多分種類が昔からあるタイプのケリーブレスレットってあると思うんですけど、そっちの方がねお値段は高いんですね。その、理由が、普通に単純にこのゴールドの部分の、重量が多いからっていうことだと思うんですけれど、なんとなくこう時計と一緒につけた時にここの肌が見える抜け感があった方が私的にはしっくりきたので、このタイプをずっと探してたんですね。で、韓国でもバングルしかないって言われて諦めたのもあったし、あと日本でもいつも行ってるお店もそうですけど何店舗か回ったんですけど、このタイプがどうしてもなくて、やっぱりバングルだったりとかホワイトゴールドだったらあるよっていうお店だったりとか、なかなか出会えなくてずっと探してたものなので、
今回値上げ前に出会うことができたので、これは、購入しました。これは、本当は今回買う予定なかったんですけど、もう 10% 値上げしちゃうの決まってたので、しかも在庫があったので、今回、ちょっとフライングという形で、先に買いました。で、また、これも自分の履歴には、残るので、これはちょっと早めに、予定してなかったお買い物ではあるんですが、1個購入品として、ご紹介しました。最後はこの大物のバッグを開封していきたいと思います。はい。これは、ずっと、リクエストを入れてたもので、今、リクエストを入れてたものの中では第一希望だったものが、入荷があったということで、買うことができました。では、早速、開封していきたいと思います。よいしょ。開封。はい。バーキンの25のノアールのシルバー金具です。革の種類はトゴの、定番の打ち縫いの形になってます。めちゃくちゃ可愛い。で、しかも超使いやすいと思います、これは。前回日本の購入品であげた、エトゥープのシルバー、エトゥープのゴールド金具の、バーキン25と同じサイズで色違いなんですけれど、やっぱりシルバー金具だとちょっとまた雰囲気も違うのと、あとはやっぱりノアールは長く使えると思うので、はい、一生ものですね。どっちも一生ものではあると思うんですけど、はい、でまた私はいつも通り多分デニムに合わせることが多いので、やっぱりある程度濃い色の方が安心して使えるなっていうのはありますね。こんな感じで、これこの間気づいたんですけど、25ってここの持ち手が結構短いので、腕通すと夏服だったらいけるかなって感じなんですけど、どっちかというとこうやって持つタイプのバッグなのかなと思ってるところです。で、あんまり物はそんなにいっぱい入るっていう感じではないんですけど、普通に出かける分には問題ないかなと思っているのと、この間ね、バックインバッグを入れて使ってたら、やっぱりその分容量が減っちゃうなと思って、ちょっとまた薄いバックインバッグを買って試してみようかなと思ってるところです。はい、というわけで、ハワイでの、購入品一番の大物、そうね、ジュエリーより多分こっちの方がお値段がしたはず。一番の大物は、バーキン25のノワールのシルバー金具でした。はい。またこれは大事に使っていきたいと思います。よいしょ。というわけで、購入品の紹介は以上になるんですけれど、最後に、このエルメス、ハワイのエルメスでの体験談と、なんで、アメリカに住みながらわざわざハワイまで買いに行くのかっていう話だったりとかを、簡単にできればなと思っています。私のエルパトの動画にはいつもなんか、おなじみみたいになってるんですけど、一応注釈を入れていて、もう分かったよって思ってる方も多いと思うんですけれど、あくまでも私がお話ししてるのは体験談であって、こうすれば同じバッグ買えるよだったりとか、同じアイテムを買えばこのバッグが出てくるとか、そういう話ではないので、そこはいつも動画の前に一応断りを入れてる部分ではあるので、そこだけちょっと頭に入れて、話を参考程度に聞いていただければなと思っています。ちなみにハワイは、市内に2店舗あります。ワイキキ店とアラモアナショッピングセンターの中に入っている2店舗
と、あと空港の免税店があるんですけど、私は国内線で帰るので空港の免税店は使えないんですね。なので今回エルパとしたのはワイキキ店と、アラモアナの2店舗になっています。で、話を聞いてる感じと、あとやっぱりSA さんと喋った感じ、やっぱり店舗によってルール違うなっていうのはすごい感じていて、なんかせっかく初めてハワイでエルパツするんだったら、どっちの店舗も行ってみて、お話ししてみて、合う SA さんを見つけるっていうのはすごい、有効なんじゃないかなと思っています。エルメスって世界どこでもそうなんですけど、ルールが結構変わるんですよね。なので、今までできていたことが急にできなくなったりとか、あとは今までダメだったことが急にできるようになったりとかっていうのがあるので、今回話してることって多分またちょっと時間が経つと変わってくることだったりとか、履歴、アカウントによってまたできることできないことが変わってきたりとか、なんか本当にいろいろ人によって違ったりもすると思うので、SA さんの裁量で決まってることとかもあると思うので、なんか参考までに聞いてください。とはいえ、ほぼ全世界で共通しているルールっていうのもあって、ワークバック、クォーターバックっていうのかな、どこも全世界で今そのワークバックっていうのは年に2個しか買えませんっていう風に決まってるんですね。で、日本もそうだと思いますし、でアカウントを持ってる本人が来店しないと、このワークバック、バーキンだったりとかケリーだったりとか、国によってはコンスタンスは買えない。身分証の確認があることだったりとか、あと最近だと日本でもアメリカでも多分 ID だったりとかパスポートだったりとか、多分日本だと運転免許証を見せてくださいっていうのって多分今やってますよね。そう。それはもう全世界共通だなっていうのは最近改めて感じたところです。日本も共通なんですけど、やっぱ最近より厳しくちゃんとそのアカウントの本人かどうかだったりとかっていう確認はしているなっていう印象です。でもそれってすごいフェアな売り方だと思うので、いいことだなとは思います。私はハワイでは、担当の SA さんから、お買い物をしています。前回の動画で、話したように、お友達に紹介してもらってお買い物をしているので、なるべくというか、必ずその担当の SA さんにはご迷惑をおかけしたくないなというふうに思っているので、課金額を明確にいくらですっていうお話は私からお伝えすることは今後もありません。で、インスタでもよく DM でいくら課金したらこのバッグ出てきましたかっていう風に DM もらったりするんですけど、課金額はね、担当さんとの信頼関係だったりとか、あとはその欲しいスペックだったりとかによっても全然異なってくると思うので、信頼関係に成り立ってるお話ではあると思うので、私から今後お伝えすることも、担当の SA さんがいるお店でのお買い物に関しては私からお伝えすることは今後もないです。で、実際に行ってみて SA さんとお話しすると、普通に信頼関係ができれば一元さんでもじゃあいくらっていう話って普通に出てくると思うので、私が言うまでもないなっていうのがまず一つ。あとハワイの正直エルメスの課金額についてはもうね、インスタのリールを調べると全然バンバン出てきてるので、私が紹介するまでもないなっていう印象はあります。そうですね。普通にハワイ、エルメスとかでリール調べたら多分ね、普通に何対何で買いましたみたいなの結構出てくるので、それがあるので私からは公言することはありませんということです。多分私の動画を見てる方は日本の方が多いので、日本からハワイに旅行で行く人が多いと思うんですけれど、ちょっとね、さっき購入品の紹介の時にお話したように、ちょっとね、この課金、いわゆる課金の仕方がちょっと私の場合は普通に観光で来てる人とはちょっと違っていて、なんて言うんだろうな、少しずつ私の場合は購入して送ってもらってっていうパターンなんですね。だからなんて言うんだろう、日本でなんかつむつむとか言ってるのをたまに見るんですけど、要はちょっとずつ私も自分の履歴だったりアカウントを育ててるっていう感じの買い方です。
で、他の方のそのハワイのエレパトのレポートとかを見てると、結構ハワイに着いた初日にガッとこう課金をして、数日後に入荷があったから連絡があってバッグを手に入れましたみたいなのをよく見るんですけど、私の場合はそういう買い方を全くしていないので、あんまり、なんて言うんだろう、参考になるかわからないんですけど、まあでも、アメリカ本土に住んでるので、アメリカ本土との違いだったりとか、まあなぜハワイがいいのかっていうのは多分ちょっとご説明ができると思うので、まあそれで動画にした次第ではあります。私の場合はどうやって買ってるかっていうと、自宅がカリフォルニアにあるので、ハワイには年に何回かお店には行くんですけれど、大きいものは、ある程度その場でもし在庫があれば購入します。で、在庫がないものに関しては、取り寄せてもらって後日発送、家まで送ってもらう、シッピングができるんですね。で、なので、後で届くっていうことも結構あります。なので、ここに今全部購入品がないよっていうのはそういう理由です。まあ、それである程度お買い物をした後に、まあ、ウィッシュリストをお伝えして、まあ、それが在庫が入ってきたら送ってもらう。もしくは送れないものであれば取りに行くっていう感じになってます。はい。で、ちなみに、アメリカ国内のシッピングっていうのは、国内であればどこでもできたっていうのが私の一応経験談としてはあるんですけれど、例えば、ラスベガスの店舗で欲しいものがあったんだけど、サイズがなくて取り寄せてもらって、それをカリフォルニアに送ってもらうっていうこともできたので、でもただ、どこでも言われるのが、乾くものとバッグはできないっていうふうに言われていて、ジュエリーだったりとか、靴だったりとかはできるよっていうお店が多いとは思います。例えば、ホテルには送れないだったりとか、もしかしたらなんかそういう、縛りがあるかもしれないので、そこはちょっと一回担当の SA さんとご相談いただければなと思います。で、一個シッピングについては注意点があって、まあ、多分あんまりアメリカでシッピングする人って多分住んでる人以外いないと思うんですけど、例えば、私がハワイで買った、ハワイのお店からシッピングしてもらうもの、アメリカのそのカリフォルニアのお家に送ってもらうものって税率が変わるんですね。ハワイの現地で買えばハワイの税率が適用なんですけど、送ってもらう場合は到着地の、税率が適用になるので、カリフォルニアだとね、まあ、ほぼ 10% なんですよね。9. 何%。そう、ほぼ 10%。で、ハワイは 4.5 なんとかだったと思うんですよね。だからほぼ 5% も違うんですね。はい。なので、そこはちょっと要注意です。で、なぜ、じゃあハワイの店舗にわざわざ行ってるのかっていう話なんですけれど、たまにインスタの DM でもいただくんですけど、アメリカだったら LA だったり、ハワイだったり、ニューヨーク、あとラスベガス、まあいろんなとこあると思うんですけど、どこの店舗がおすすめですかとか結構聞かれることあるんですけど、私がもしそれを答えを言うんだったら、行きやすいところがいいんじゃない、通いやすいところがいいんじゃないとは思います。なぜハワイを選んでるかっていう理由は3つあります。で、1つ目が、さっきちょっとお話ししたように、タックスの問題です。まあ、全米でもハワイ州っていうのは、タックス、消費税がすごい安いんですね。で、4.5%、何%？ちょっと見てみますね。ちゃんとした数字を。でも 4.7 か。はい、4.5 じゃなくて 4.712% だそうです。なので、まあ 5% はないぐらいですよね。で、それに対してカリフォルニアは 9. 何%なんですよね。でほぼ 10%。で、5% タックスが違うってなると、例えばですけど、バーキン1個買ったとしても、計算してみようかな。で、タックスの計算をしてみると、ちなみに、トゴの、バーキン25は、値上げ前の値段ですが、12,100 ドルですね。で、これの、ハワイでのタックスが570ドルなんですね。で、それに対して、カリフォルニアの税金は、今ちゃんと見たら、9.375% なので、計算すると、タックスだけで 1134. 点何ドル取られるんですね。だから半額ぐらいですよね。だから、ほぼ半額なんですね、タックスが。で、これだけ、値段が大きいものになると、かなり、値段変わってくるので、そんな理由もあって、ハワイで買い物するようになりました。
500ドル、500何十ドル違うってことはもうそれでフライト代になるので、カリフォルニアからハワイってそれぐらいで全然往復行けるんですけど、で、かつ、現地で観光もできるし、美味しい日本食も食べれるしってなると、個人的には、ハワイありだなっていうふうに思っています。二つ目の理由が、アメリカ本土の、住んでるお金持ちの方たちって多分エルメスでお買い物しているような方たちには、正直、私は日本円で稼いでるので、太刀打ちができない。別に戦いじゃないんですけど、これは。でもやっぱり、例えば顧客の中で、じゃあ誰にバックバック出そうかなってなった時に、やっぱりある程度いいお客さんから選んでいくと思うんですよね。で、そこに私は太刀打ちできないなっていうのを実際にカリフォルニアの店舗で初期にお買い物してた時にすごい感じたので、やっぱりある程度、もちろんすごいいっぱい課金できますっていう方は全然ありだと思うんですけど、私はそんなに、欲しくないものはいらないし、使わないものは買いたくないっていうタイプなので、個人的には、ハワイ行くと、観光もできるし、なんて言うんだろう、半分観光客気分で遊びに行けるっていうのは、ハワイを選んでる理由の一つです。三つ目は、端的に言うと物理的に距離が近いことが理由です。年に1回必ずハワイはもう結婚記念日に行くって決まってるので、それは必ず行くって決まってることがまず一つ。やっぱり通えないと顧客の登録もなかなかできないと思うし、そうだな、私が今絶対毎年行ってるっていうのはハワイとニューヨークぐらいしかなくて、そうで、その中でどっちってなった時に、ハワイの方が私の中では通いやすいなっていう風に思いました。なんなら日本に帰る時にハワイ経由にして日本に帰るっていうこともできるし、ニューヨークになるとわざわざ行かないといけないのでちょっと遠いなっていう風には思ってます。私が今住んでるカリフォルニアのサンフランシスコの空港でも使うんですけど、ハワイまではだいたい5時間、6時間ぐらいで着くんですね。意外と遠いなって思う方も多いと思うんですけど、それぐらいなので、かつ、入国審査も必要がないので、気軽に行ける。で、週末で全然行くことができるような、ちょっと弾丸にはなりますけど、距離なので、そんな理由でハワイを選んでいます。で、ハワイの、今回エルパトの動画ですけど、私のメインは旅の、情報だったりとか、Vlog の配信がメインなので、ぜひ他の、毎年行ってるので、他のハワイ Vlog もぜひチェックしてみてください。他にも言いたいこと、シェアしたいことはもういっぱいあるんですけど、前回実は韓国動画を出した時に、韓国動画、多分 YouTube よりもインスタのリールの方がバズってしまって、ちょっとかなりいろんな人の目に触れてしまったがために、ちょっと韓国のエルメスで不都合なことが起こっていたりとか、あと昔から通ってる方からちょっとあんまりなんて言うんだろうな、何でもかんでも情報をタダで渡してしまうのはどうなのかっていうちょっと苦言を呈されたことがありまして、でも確かにそうだなっていうふうに私も思っているところではあったので、ちょっと情報の発信の仕方には気をつけつつ、でもせっかくだったら動画を見てくださった方が自分のその希望のスペックの Mac が買えましたっていう報告とかいただけるととても私は嬉しいので、なんかちょっとためになるような発信もできたらなと、ちょっとやり方を模索しているところではあるんですけれど、ね、難しいですね。というわけで、はい。これぐらいにしておきます。そう、私がこのエルメスの話をしている理由が、前、インスタではちょっと話したことはあるんですけれど、旅をするきっかけになってほしいと思って、インスタだったりとか、YouTube だったりとかの活動をしてるので、なんかそれの一環として別にエルメスが、理由で旅をするでも全然いいと思うんです。で、それで、例えば海外に行って、すごいなんて言うんだろうな、新しい経験、別にエルメス買いに行ったとしても多分ハワイ行ったらハワイ観光すると思うし、韓国だったり香港行ったりとかしても多分観光すると思うんですよね。観光したりその現地の人と話したりとかって絶対あると思うんです。で、そのきっかけが別にエルメスでもいいかなって思ったのが、世界のエルメスについて発信し始めたきっかけなので、そんな感じで思って聞いていただければなと思っています。
はい、というわけで、ハワイのエルパトの動画、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それではバイバーイ。